こんにちは、キズナあかりです。今日は HTX で飛行機を飛ばそう第7回タイマーとスラストカットの設定をお送りします。さて、早速コントローラーを起動しましょう。モデルページの2ページにタイマーの設定があります。そういえば、モデルネームの設定をしていませんでしたね。せっかくなので、今設定してしまいましょう。はい。これで、モデル一覧で見分けがつくようになります。話を戻してタイマーの設定です。HTX では、1モデルにつき、タイマーを3つ設定できます。とりあえず、タイマー1を触ってみましょう。オフから切り替えると、下に設定項目が出てきます。まず、タイマー設定の ON ですが、この状態だと、コントローラーの電源を入れた直後から永遠にカウントが進みます。右側にスイッチの設定項目があり、これを設定すると、選択したスイッチの状態の時に限り、タイマーが進むようになります。この設定をスタートにすると、設定したスイッチでカウントがスタートしますが、スイッチを切ってもカウントが止まらなくなります。スロットルは、スラストが最低の時はタイマーが止まり、上げると再開します。ただし、この状態だと、スイッチがオンになっていて、さらにスラストを上げた時だけタイマーが動きます。なので、スイッチ設定はなしにしましょう。スロットル%は、スラストの状態でタイマーの速度が変わります。つまり、フルスラストだと通常のタイマー速度ですが、スラスト 50% だとタイマーの速度も半分になります。次はスロットルスタートです。これは、スラストを上げるとタイマーがスタートしますが、スラストを下げてもタイマーが止まらなくなります。タイマーの種類は以上です。ネームはタイマーの名前、スタートはタイマーの時間です。0だと無限にカウントアップします。例えば3分に設定したとします。すると隣に、カウントダウンするか、カウントアップするかの設定が出てきます。2枚がカウントダウン、アラップスがカウントアップです。ちなみに私は大半0です。つまり、飛行時間は気にしていないです。次はプリシスタンス。ON にすると、コントローラーの電源を切っても、タイマーの時間を覚えていて、次回も続きからカウントします。選択肢のフライトとマニュアルリセットは、タイマーのリセット方法で、それぞれ、フライトリセットとタイマーリセットでのみ、タイマーリセットできるようになります。ミニットコールを ON にすると、タイマーの値を1分ごとに教えてくれます。カウントダウンは、タイマーが切れる何秒前から知らせるか、の設定です。左側が方法、右側が時間ですね。タイマーで設定した時間になった際のお知らせは、この設定とは無関係になります。さて、タイマーの活用方法を一つご紹介します。例えばグライダーだと、飛行時間とモーターランの時間を個別に管理したいですよね。モーターランはスイッチ SD に設定してあるとします。まず、タイマー1は ON に設定。スイッチは SD とします。時間は1分。そして、タイマー2はスタートにして、スイッチはこちらも SD にします。すると、モーターラン開始前はタイマーは停止、モーターランを開始するとタイマースタート。そしてモーターランを停止すると、モーターラン用のタイマーだけ止まり、飛行時間用のタイマーは進み続けるようになります。まあ、そんな使い方もできるという感じです。さて、次の話題はスラストカットです。スラストカットに関しては、2つの方法を説明します。最初に、大半の HTX の説明で紹介される方法。後半で、その方法が個人的にいまいちだったため、自分が使っている方法を説明します。あと機体をいじるときは、危ないので、必ずプロペラを外しましょうね。手間を惜しむと指がなくなりますよ。では一般的な方法から。
スペシャルファンクションズのページを表示します。スラストカットのスイッチは SD としましょうか。設定はオーバーライド。そうです。前回のティラーの設定と同じ方法ですね。チャンネルがスラストの CH なので3。値は最低なのでマイナス100です。チェックボックスを ON にして有効にします。これでスイッチ SD が下がっているときは、モーターが回りません。が、大きな問題があります。もしも、スラストが最大の時に、誤ってスイッチに触ってしまうと、その瞬間に、モーターがフルパワーで回り、非常に危険です。また、貴重なスイッチを一つ消費してしまいます。そこで私が使っている方法もご紹介します。スイッチは使用しないので、設定は解除します。まず、カーブズのページでカーブを作ります。ネームを TCT とします。タイプはカスタム。カウントは4。カーブは逆 Z 型のものを作ります。なぜ、こういう形状にするかというと、左側がスラストカットの状態で、グラフ半分のところから徐々にカットが解除され、8割くらいのところで最大パワーが発揮できるというカーブです。カーブができたら、ミックスズページに移動します。スラストのチャンネルを長押しして、インサートアフター。ソースをダイヤルの S1 にします。そうです。スイッチの代わりに、ダイヤルでスラストをカットします。ダイヤルなら、ちょっと触った程度で、1回転することはないので、比較的安全ですし、スイッチも消費しません。紐はオフセットです。これをマイナス100にします。トリムをオフに。カーブをカスタムにして、先ほど作ったカーブ TCT を選択します。これでダイヤル S1 を左にねじるとスラストカット、右にねじるとスラストリリースとなります。さて、この方法ですが、スラストカットの時に内部的にどうなっているのか気になりますよね。スラストがフルパワーの時にカットしている状態でマイナス100。スラスト最低の時にカットしている状態でマイナス200となります。が、HTX は特殊な設定をしない限り、プラス100からマイナス100の範囲を超えることはできません。つまり、ミックスの結果がマイナス200であっても、出力される値はマイナス100となります。つまり、この設定によって ESC がおかしな値を学習してしまうことはありません。安心ですね。では、本日はここまでです。次回は、VTail と無尾翼の設定です。次回も見たい方は、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃ、またね。